宮尾さん、はい。どうですか、今の話踏まえて、ジュニア選手とかに指導するときって、古賀さんのそのスタートを見てて、多分その足しっかりつけるっていう話とかよくお二人でもされると思うんですけど、そのような意識をジュニア選手に指導するときに、何か言葉かけとか声かけとかなんかしたことってありますか？そうですね。さっきの話もそうなんですけども、純也の、彼のこう構えてる時のこの手のこの角度と、うん。持ってるバーのこう構えて上がった時の手から肘までのこの角度と、こう、よーいって構えた時ですね。うん。構えた瞬間の頭とかこの手から肘までのこの角度から肘のところにちょうど膝の位置がだいたい来てて、でこの膝から太ももお尻までもこう全部一直線なんですよね。うああ、そうだん。ね。確かにそうだね。うん、でちょうどまっすぐ、客観的にですけど、練習中とか、神経があんまりつながってないというか、ちょっと疲れてるなっていう時は、やっぱりその角度だったりとか、その左右バランスだったりとか、体のまっすぐ加減、この肘と膝の位置関係とかも、ちょっとずれてきたりとかするので、うやっぱん。り分かりやすいというか、さっき、金子君も言ってたような体の使い方だったりとかっていうのが、純也でも分かりやすい。へえ。なので、あとは、ちっちゃい子とかジュニア世代の方が、まだまだ改善する、ポイントっていうのがすごく多うん。いからこそ、やっぱり毎回毎回飛ぶ、スタートでも、練習中でも試合とかでもやっぱりどうしてもその体の使い方が一本一本変わってきちゃう。うん。で毎回、同じ、いいスタートをできるようにっていうのがやっぱりその練習中で、もう練習中でも同じスタートがなかなかうまくいかないっていうか、うん。再現性が結構低いっていうのが、うん、だからじゃあスタートの練習を毎回毎回何回も何百回も練習中にやると上手くなるかっていうと、それもどうなのかな。うん。もちろん直すところはいろいろあるのでやっぱり練習するべきだとは思うんですけど、例えばじゃあスタートの練習をしたからスタートが上手になるかっていうのがイコールじゃないのかな。うん。そうですね。やっぱ意識。で、うん。純也とも、この前ちょうど話したんですけど、そういえばスタート練習ってそんなにやってないねっていうような話をしてて、そんなこだわってなんか1日1回必ずスタート練習やろうみたいなっていうのも、そんなにやってないねっていうような話をしてて、うん。週3やればいい方じゃない？うん、週3そうそう回ダイそブすればいいう、方。うん、背で、泳ぎの、そうだね、スタートだったらなおさら。うん、だからその中でじゃあどうしたらより良いスタートになるのか、スタートを毎回のスタートのそのいいスタートを再現性を高められるかってなってくると、やっぱりどうしても陸上トレーニングとかそうジャンプとかそういったのの、再現性を高めるというか、ただの普通のジャンプにしても毎回同じぐらいちゃんと高く飛べるような練習というかだったりとかっていうのをジュニアとかでも、ジャンプの仕方、ただ単純なジャンプの仕方で毎回毎回しっかりちゃんと高く飛べるような体の使い方をして、それをスタートにどんどん落とし込んでいくようなあの
アプローチの仕方をしていく方が、スタートのそのいい再現性っていうのは高められてるのかなっていうのはちょっと実感してます。わかりました。今、その練習中での再現性だったりって話があったんですけど、今多分リスナーの皆さん、多分古賀さんのスタート見たいって思う人もいると思うんですけど、なんか動画紹介してもらえるものとかってありますか？一緒に見ながら、ここの時の構えこうなってんだよとかっていう分かりやすい動画とかなんかありますか？はい。じゃあ、高いバージョンのスタートを流してもらえます。その前に写真の方がいいかな。今のちょっと再現性の話でいいですかね。どっち出しやすいとかありますか？動画の方が、なんか話動画の方が、はい、今動画いいかなと思ってて。じゃあ動画でじゃあいいですか？はい。はい、動画お願いします。わかりました。高い方。高い方で。はい、見えてますか？見えたら教えてください。止めたりとかもできますか？はい。何でもできます、今井君。はい、再生お願いします。はい。いいよ。一応再生してます。はい。はい、止めてください。もうちょっと前。もうちょっとそう。でもこれも綺麗。構えたところで。はい、ここでいいですか？そうですね。はい。はい。ここで、さっきも言ったよまっすぐうに、はい、手から肘、で、肘と膝の位置、で、膝とお尻の位置までが、やっぱり、こう、まっすぐになってるようなのが、ちょっと見受けられるかなと思うんですけども。こう肘そんな曲げてないよね。多分他の選手もっとなんかグイってこう、結構しっかり曲げてるけど、俺の方が多分肘そんなに曲げてなくて、でそっちの方が二の腕とかも力入りやすいはずなんだね。こっちまでグンってやっちゃうと、こっからここよりもここでこうやって耐えてる方が多分その維持をするっていう意味で言ったら力入りやすいのかなっていうのは。そうだね。あとは、純也は、毎回これ息吸ってるのかな？スタートでよーいって構えた時に。軽く吸ってる。吸って構える。体をこうやって、用意でこうやって上げながら、ゆるーく息をスーッとこうやって吸って、お腹の方に息を溜めるような感じ。なんか割とみんなこう、でこう一気にファッと吸っちゃって、で、それもなんか上の方で呼吸をなんかこう止めるような、イメージで吸ってて、じゃなくて、高く、高く体を持っていくんだったら、もうちょっとなんかその空気をもっとお腹の方に、ゆるーく、こうギューって下の方にこうやってギューって詰めてあげるような感じにすると、力自体も、リラックスした状態が続きながら力が入っていく。で、一番上の一番高いところでその力がしっかりと、加わって、固定されるというか。すいません、宮尾さんと古賀さん、もう一度さっきの話してもらってもいいですかね。動画のここの止まったところからの話なんですけど、手から腰まで一直線になってるとか、肘のこととか、簡単でいいので、もう一度お願いします。はい。やっぱり僕がこう、外から見てる、客観的に見てるのは、手から肘の、角度と、肘と膝の位置、あとは膝とからお尻までの位置だったりを見てます。ここがすごくまっすぐな状態で、肘と膝が離れすぎてても、ちょっとその後のフライト時が高くなりすぎちゃうような感覚があるので、やっぱりこの肘と膝の、位置っていうのもすごく大切なのかな、力の入りやすさもあるのかなとは思ってます。まさきどう？はい、僕も構えるときの気をつけてることとか。はい、僕もこんな感じです、構えは。肘と膝の位置はこれぐらいですね。
なんか古賀さんからスタートのこと聞いたことあると前言ってたけど、はい。その構えることとかについてそうですね。まあ僕、なんか、弱点っていうか、改善点として、やっぱ構えてる時にお尻が下がっちゃうっていうのと、あとこれ三つ目の古賀さんのポイントにもつながるんですけど、入水した時に足が跳ね上がっちゃうっていう改善点があって、まずその1個目のお尻が下がっちゃうっていうことに関して、ジュニアさんにアドバイスをもらったのは、僕結構さっき構えの時も言ってたんですけど、こうやってすごい肩に力が入っちゃって、首が前に出てるような構えだったんですけど、まあそれをもっとリラックスして肩甲骨を寄せて下げるような姿勢で、構える時に僕結構すぐこうやって上げちゃうんですけど、それをもうゆっくりリラックスして上げていくようにっていうアドバイスをもらって、で、そうしたことによって結構背中がまっすぐになって、で、構えの時にブレなくなったっていう、経緯があります。で、まあ、跳ね上がりに関してなんですけど、先にちょっと言っちゃうんですけど、ジュニアさんに飛び出す時に、結構、胸郭を反って入水するじゃないですか。で、反ったまま入水しちゃうと、結構、体が、上半身が水の下の方に沈んで足が跳ね上がっちゃう回転動作が起きちゃうんで、上半身が入水するぐらいになったら、すぐにちょっと腰を反るのをやめて、まっすぐに戻すっていう意識を持つと、足が跳ね上がらないようになるよっていうのを教えてもらって、はい、良くなったっていうのと、あともう一つあれですね、跳ね上がる要因として、僕結構腕でバーを押して、思いっきり首のこの反動を使って伸び上がるみたいなスタートしてたんですけど、それも結構、足が跳ね上がる回転動作につながっちゃってたんで、飛び出すときは頭を後ろに振るんじゃなくて、背中全体で倒れ込んでいくだけのイメージを持つといいよって言われて、それを意識してたら結構改善されました。で、この背中から倒れ込むっていうのは僕の担当コーチにも言われてたことで、結構いいイメージだと思います。背中から倒れ込むっていうのは。わかりました。ですね、今、徐々に壁から離れた話になってきたんですけども、まず、壁で構える時のまとめをすると、まず大事なことがまず一つ、足が壁に対してめり込むようにっていうか垂直にと言いますか、垂直。まあ、この目で見たら水平なんですけど、壁にバーンってしっかり足がついて力が加えられる状態になっているっていうのがまず大事。で、それをするためにも、この引き上げるときに、ただ腕でグーって無理して持ち上げるんじゃなくて、もう体全体でグーって持ち上げて、で、今この画像に映ってるように、イメージとしてはこの手、肘と膝はもうほんと重なるぐらいで、腰が来ると。そこが一直線になるように持ち上げるっていう。で、その時古賀さんは腹に溜めるように息吸ってたりとか、いろんなことをおっしゃってましたけど、